Hello everyone, welcome to the Lemon School channel. こんにちは、レモンスクールのアキーです。Hello everyone, my name is Mai from ABC Club. ABC クラブの Mai です。今日は英語の先生のマイ先生に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生たちもやっぱり得意分野と苦手分野ってありますよね。はい。で、発音とか発音指導が苦手な先生方結構いらっしゃいますよね。で、私の周りの中学の先生とかも結構発音が苦手っていう方結構いらっしゃるんですよね。で、ABC クラブはどうですか？そうですね。発音は私たちも習っていないので苦手な人は多いと思います。なるほど。やっぱり先生たちもなかなか習うチャンスっていうのがないんですよね。で、あとやっぱり指導マニュアルがないじゃないですか。だからやっぱり指導マニュアルがないっていうのが一番問題かなと思うんですよね。だから先生たちもやっぱり発音が苦手でもしょうがないかなと思うんですよね。だけどやっぱりそういう方たちをサポートしていかないと何も変わらないじゃないですか。だから私たちがこういうプロジェクトを始めました。で、マイ先生は発音が苦手な先生の代表として、ある意味発音が苦手っていうのをカミングアウトしていただきました。で、私は音声学の研究をもう十何年ってやってますし、英語発音指導士でもあるので、ノウハウは持ってるんですよね。で、音素、プロゾディ、フォニックスの基礎から上級編まで。で、それを今回先生レベルの方にやっていただいて、で、どう変わっていくのかっていうのを見ていただきたいと思います。ぜひ皆さん、マイ先生を応援してください。応援よろしくお願いします。マイ先生を応援していただける方、いいねを押して、チャンネル登録よろしくお願いします。で、マイ先生は、英語に音がいくつあるかって聞いたことあります？音ですか？アルファベットは26文字ありますけど、音って言われると分かんないです。やっぱそうですよね。ネイティブの人とかも、やっぱり音がいくつって数えたことないって言うんですよね。だけど、やっぱり指導するんだったら、絶対いくつあるかっていうのを知ってた方が絶対に便利です。で、今日はその話をしましょう。まず、マイ先生にこの単語を発音してもらいました。melon。やっぱりカナダに留学してたのもあって、発音そのものはすでに結構うまいんですよね。メロンみたいに日本語的に言いませんからね。もちろん英語圏に住んでれば勝手に発音が良くなるわけでは決してないので、やっぱりマイ先生は意識が高い方ではあると思います。ただネイティブだったら、この母音がどの単語と同じか基本的にはっきりわかるんですよ。英語で rhyming って言うんですけど、それができるんです。でも、マイ先生はそれがわからないらしいんですよね。日本語だったらメロンの目とメガネの目が同じ音だっていうのがはっきりわかりますよね。でも、英語だとそういうのがはっきりしない。実はこういう方ってすごく多くて、一見発音を聞くとうまそうに聞こえるんですけど、よくよく話を聞いてみると、英語の音が全然聞き取れないとか、この前もこの単語が通じなかったって結構悩んでるんですよ。で、あとよく聞くのが、ただ音を真似してるだけで日本語の音みたいにはっきりしてないから、はっきりさせたいんですっていう話です。これは言語学的に言うと音韻カテゴリーに当てはめられないっていうことなんです。何かの音に当てはめられないんです。マイ先生もまさにそのパターンで悩んでるわけです。で、実はこれを解決する方法はすごく簡単なんです。日本語では50音表を習うので、基本的には全ての音を50音表の音のどれかに当てはめますよね。だからこれとこれが同じ音か違う音かはっきり分かって気持ちがいいんです。で、先生は自分が50音表をちゃんと習ってるから、自分が習ったことを生徒さんに教えればいいっていうだけの話です。単純にこの表にある音だけ覚えてくださいっていうそれだけの話です。中国語を習う時も同じで、最初にみんな日本語の50音表にあたるピンイン一覧表を徹底的に習うんですよね。それに当てはめるだけで、日本語みたいにはっきりするんですよ。で、先生は自分がピンイン一覧表を習ってるから、自分が習ったことを生徒さんに教えればいいというだけの話です。だから英語でも全く同じことをすればいいだけの話なんですよ。ただ英語では人によって言う数が違ったりするんですよね。方言差があるのでそういうのが考慮されてるというのもあります。でも発音をちゃんと習ったことがない。だから指導の仕方もわからないという方の方が圧倒的に多数派なので、やっぱり日本語の50音表みたいにこの表の音だけを覚えてください。そしてこの表の音だけ教えてください。と言ってもらった方が断然楽なわけですよ。だからまずそれをやるべきだと思います。じゃあ具体的にいくつなのかというと、まず母音は人によって言うことが違うんですけど、私が英語発音指導士の資格を取った時に出た話が、一番メジャーな意見は標準的なアメリカ英語では13個ということです。英語音声学の論文でも大体13個と書かれて
ています。で、子音は方言差が少ないので、あんまり意見が分かれないので、24個でいいかなと思います。だからもう日本の英語教育では、母音は13個、子音は24個、合計37個と決めてしまって、英語の音がいくつか分からない、英語の音の一覧表を習ったことがないという人はもう全員37音をやるという風に決めてしまわないといけないんじゃないかなと思います。英語にはこれら37個の音しかないから、すべての音をこれら37個に当てはめる。そうすればはっきりするわけです。で、実際37個だと、日本語の50音表よりも覚えることが少ないって評判もいいですしね。で、ここで世界の英語編集、World Englishes を気にする方もいると思うんです。でもこれは決して何でもありっていうことじゃないんです。世界の英語編集でも、標準的なアメリカ英語と標準的なイギリス英語が Reference Accents とされています。国際英語発音協会でも、このどちらかを指導することを進めています。それで学生たちにアンケートを取ると、やっぱりアメリカ英語が圧倒的に人気なので、標準的なアメリカ英語の13母音24子音合計37音を教えるのが特別な理由がない限りは一番無難でしょう。やっぱり日本人以外のノンネイティブが聞いた時にも分かりやすい英語にするっていうのが一番いいですからね。Long sounds A-E-I-O-U Short soundsっていうように母音は歌で覚えるようにしてます。それでできたら極力ここから数を増やさないでほしいんです。というのも数が一つ増えるだけでも学習者にはものすごく負担になるんですよ。日本語で例えるとわかると思うんですけど、例えば中国の上海とかヌンタンでは中国人用の日本語のクラスで50音表のガギグゲ語に加えて鼻にかけたガギグゲ語を習うらしいんですよね。今はわかんないですけど、少なくとも10年以上前に習った人たちの話だとそうですね。だから学校のがと小学校のがは発音し分けないといけないっていう風に習ったらしいです。私は学校、小学校ってがは区別してないですけどね。だから上海とかヌンタンでは私が喋ってる日本語よりも一つ多くの子音を習ってるということです。昔は日本人のアナウンサーがこの区別を練習させられたらしいですね。だからより規範的な日本語ということです。でも今までこれらを区別してこなかった人がこれから区別してくださいと言われたら大変じゃないですか。まず発音練習して次にどの単語でどっちを使うかを自然にできるように身につけていかないといけないわけです。すごい大変ですよね。ただ、上海語とかヌンタン語には、がとがの区別があるから、この人たちは母国語にその区別があるから、別に区別しろと言われても、そんなに苦にならないんですけど、母国語にがぎぐげ語っていう音がない人たちには教えない方がいいですよね。大変ですからね。で、別にそんなに大事なシーンじゃないですからね。で、英語も同じで、例えば、which と which。どっちも W の人もいれば、which と which みたいに言う人もいますよね。WH の子音が一つ多いんです。25子音体系ということです。これはまだいいんですけど、caught と caught を同じに言う人もいれば、caught みたいに区別する人もいるんですよ。だから母音が一つ多い14母音体系ということです。でもこれ綴りと音の対応が結構複雑なんで、私は日本人は絶対区別しない方がいいと思います。国際英語発音協会でも区別しないことを勧めてます。つまりよほど何かの理由がある人以外は、日本の英語教育では標準的なアメリカ英語の13母音24子音、合計37音。この37音だけ覚えてください。これだけ使ってください。という風に決めた方がいいと思います。こういう風に日本語の50音表みたいにある意味マニュアル化しないと、やっぱり指導者が増えていかないんじゃないかと思います。それで日本語で考えてみるとわかるんですけど、私は日本語の標準語しか発音できません。大阪弁や東北弁は話せません。でも大阪や東北の人たちとコミュニケーションできます。英語も同じでアメリカ英語しか発音できないけど、イギリス英語とかは発音できないけど、コミュニケーションはイギリス人とかインド人とか他のノンネイティブの人たちとできるというようにするのが現実的です。発音できるのはあくまで一つの方言だけでいいんです。じゃあ、イギリス人の ALT と組んでる英語の先生はどうするかということですが、その場合は標準的なイギリスの18母音を覚えるのがいいと思います。これはアメリカと単に数が違うだけじゃなくて体型そのものが違うので、アメリカの13母音とは別物として18母音を覚えるのがいいです。それで、アメリカとイギリスの中間的な発音というのは絶対にやめた方がいいです。どっちつかずにするとわけわからなくなります。日本語で例えるなら、標準語と大阪弁の中間的な発音と言われても何をやっていいかわからないじゃないですか。それに、実際に標準語と大阪弁の中間的なものを喋ってる人を探すのも大変ですよね。なかなかモデルがいないんです。
だから大阪弁にするなら完全に大阪弁の体系を自分がある程度のレベルで身につけて、それを教えるというようにする方がシンプルで現実的だと思います。イギリス英語も同じです。アメリカの13母音にするか、イギリスの18母音にするか、はっきり決めて一つだけにする。これが現実的です。オーストラリアとか他の英語をやるにしても同じです。今回この37個の音の表をこう習ってみて知ってみてどうでした？そうですね。まだ完璧には覚えてないですけど、あ、こういうのがあるんだって分かったら見えてきた気がします。ああ、よかったです。じゃあこれから頑張りましょう。はい。